空が青いなあ。はい、ではね、早朝6時でございます。今日はね、朝から草刈りしていきたいと思います。はい、おはようございます。今日は5月13日水曜日でございます。はい、ということで、朝から時間でございまして、フッツラボの草刈りやってまいりました。はい、皆さんね、不安、恐怖、怒り、おののき、嫉妬、じゃねえや、きつい、苦しい、だるい、そういうことで苦しんでる方いらっしゃると思うんですけれども、はい、きつくてもうほんときついんですよとかね、もう苦しくてしょうがないんですよとか、もうだるくてしょうがないんですよとか、そういうので苦しんでる方いらっしゃると思うんですけども、脳科学でですね、それはね、軽減すること、もしくは完全に消し去ることができます。きついスポーツとかマラソンとかあるじゃないですか。サッカーとかもそうなんですけど、それはですね、脳科学、人間の思考、意識、考えで変えることが実はできるんですよ。はい、ですので、簡単に言うとですね、これ言うと怒られるかもしれませんが、感じないこと、考えないことが、一番なんですけども、そうは言われてもね、なかなかできないと思うんですけども、違う思考、いわゆるネガティブなことが起きたとき、自分の好きなこと、楽しいこと、嬉しいこと、ポジティブなことをですね、そこにきついなって感情がこう来た時に、上からなんかね、こう好きなこと、例えば食べるのが好きであれば、きついなってきたら、じゃあラーメン何食べようみたいなね、そういう、ポジティブな思考を、上から上書きしていくと、そういうようなことが、一番近道でございましてですね、よく笑うと、健康になるし、笑うといいというのを聞くと思うんですけども、それも一つよくてですね、おかしいこと、楽しいこと、嬉しいことを、上書きするわけですね。出た瞬間にパッて上書き、出た瞬間にパッて上書きするとですね、だんだん、消えてきますんで、それを脳科学をうまく利用して消し去る、そういうことができますんでね、ぜひチャレンジしてみてください。ただですね、これはですね、1回や2回やってもダメです。はい、そうなんだ、いいこと聞いた、じゃあやってみようっつって2、3回やってみてね、ダメだったみたいな経験って結構あると思うんですけども、これもですね、小さいことを重ねることがとんでもないところに行くただ一つの道でございます。はい、ですので、うまくいってない人、きつい苦しいと思ってる人はね、もう四六時中そのきつい苦しい、しんどいっていうことを脳の中でループさせてるんですね。はい、ですので、そういうシチュエーションをどんどん引き寄せてしまうんですね。はい、また前にね、過去の動画で言ったと思いますけど、バーダー・マインホフ現象っていうのがありましてね、自分が車を買った瞬間にですね、世の中に同じ車、同じ色、同じ車種の車がやたらと目につくと、なんでこんなに俺と同じ車いっぱい走ってんだみたいな感じとか、あと妊娠したり子供が生まれたりすると、やたら世の中にですね、子供や、ベビーカーや、妊婦さんが、なんか最近増えたねみたいな感じで思っちゃったりなんかすると、そういう普通の、現象でございます。はい、ですので、脳科学をうまく使ってですね、解決することができますので、
もし分からなければねご相談ください。ということで今日も頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。ゲッツ。それでは本日もじゃねえ、毎朝のモーニングルーティンでございます。写真撮っていきたいと思います。こちらちょっとね、昭和レトロな扇風機撮っていきます。それではさっき撮った写真をメルカリにアップしていきたいと思います。はい、それではね、今日ちょっと10時からですね、近くの方の、この辺のね土地を売りたいっていう方が、昨日相談に来まして、いつもやってるおじさんが不動産屋さんなんで、連れていくということなんですが、なぜか私も来て同席してほしいということなので、これからねちょっと不動産の交渉に、ちょっと立ち会いに行ってこようかなと思います。はい、でそのままもしかしたらもうフッツラボを帰って午後ね、農業×AI っていうことで、ビニールハウスねの、組み立てに行くかもしれませんけれど、一旦ここで失礼させていただきます。ということで一旦ドローンいたします。ドローン。その前に、ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということでドローンいたします。一旦ドローン。はい、ということでね、午後から、フッツラボやってまいりましたということで、今日はやっとビニールハウスのですね、屋根天井、をやるんですが、その前にちょっと日よけをの、なんですかね、カーテンみたいなね、を作るためのワイヤーを先通しとかないと、全部ビニールかぶしちゃってから引っ張れないなと、いうことで、先にワイヤーを通して、はい、それから、上のビニール貼りたいと思います。ということで、もしかしたら上のビニール貼れないかもしれないですけどね、今日ね。とにかくやっていきます。ということでよろしくお願いします。ゲッツ。はい、そしたらね、ワイヤーを切って、これね、まず4本ね作ります。はい、そしたらね、この圧着端子でまずここに通しましてですね、はい、でここでね圧着していきます。ございます。よいしょよいしょ。よいしょ。はい、こんな感じでね、4本作っていきたいと思います。はい、じゃあね、4本出来上がりましたんで、これをねつけていきたいと思います。はい、じゃあね、まずねこの上からつけていきます。はい、じゃあね、ここにねつけていきます。とこれを引っ掛けて、はい、じゃあこっち側ね、サイド側、こちらはここに通したいと思います。
そしたらね、もう一個今度は長手、このぐらいでね、作っていきます。はい、じゃあね、こっち側ね、こんな感じでつけました。ちょっとずれるような気がするな。まあいいか。じゃあね、向こう側ワイヤーつけまして、こう引っ張っていきましてですね。はい。で、ここでね、つけたいので、そしてここで、これでね、引っ張りますので、出さなきゃダメってことか。はい、そしたらね、向こうから引っ張ってきてる分で、この長さでねちょっと一回圧着します。はい、そしたらね、ここに引っ掛けていきます。こんな感じね。それでここをねねじってピンと張っていきます。はい、これで一応ピンと張ります。よしよしよし。じゃあこれね、1本2本目つけましたんで、これをね馬形向こうにつけたいと思います。よいしょよいしょ。はい、これね、ワイヤーね止めるねコツ、なんですけど、これでねこうやってね、つけて、ここでテンションかけていくわけでございますが、ここのね、なんですかね、締め、ネジの締めだけでは全然このワイヤーのねテンションってね張れないんですよ。ですからここはね最後圧着した方がいいです。それで思いっきりですね、ここで調整します。ここで見えてない。ここでね調整します。ここでこんな感じで、そしてある程度テンションかけたところで圧着した方がいいでございます。はい、でねここでねある程度テンションかけておけば、これでね締めてたら、引っ張れるんですけども、普通にゆるゆるでね、引っ張るとですね大した引っ張れないんですよ。これせいぜい3、4センチしか引っ張れませんので、このねワイヤーのテンションはねかけらんないですね。ということで、先にね通してからここは圧着最後がベストでございます。はい、ということでね、本日の作業内容はこちらとなります。ここにね、ワイヤーを貼りました。それとこちらね側面、はい、でこちらが、計4本、向こう側までねなりまして、そしてこれが日よけシェードになりますのでね、これ下も防草シートとして使いますし、上のね日よけに使おうと思っております。ということで
以上でございます。ありがとうございました。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。ということでね、ワイヤー張りしてたらですね、時間経っちゃいました。はい、やっぱりね天井のねビニール貼るのは、までいきませんでした。はい、ということでね、明日やりたいと思います。はい、ということで、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いします。ということで、今日はねまたね、この前のおじいちゃんから連絡来て、今度は BS 映んないんで見に来てくれということなんで、はい、ちょっと BS、映るように行っていきたいと思います。ということで、ありがとうございました。人月